こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は6月に IKEA でお買い物される方にぜひチェックしてほしい注目の新商品を紹介します。ぜひ最後までご覧になってください。これから紹介する商品は他国ですでにバズっている大人気になっている商品で、SNS とかでねたくさん見られている方もいるかと思うんですけども、ついに日本でも発売となります。3種類紹介するんですけども、全部スマホを充電するものです。こちらの白いものはライトがついています。トレイのような形をしています。これ触ってみて驚いたのが結構重たかったです。動かないようにでしょうね。こちらのトレイにはメガネなどアクセサリーなど腕時計などを置くことができて、またさらに中央はチャージャーになってまして、このように充電することができます。でこのライト自体はですね、オンオフすることができます。イメージしてたよりもウェブで見てた時よりも大きすぎなくてサイズ感もいいなと思いました。トレイ部分がガラスでとても高級感があります。こちらの赤色の可愛らしいものもワイヤレスチャージャーです。こちらもスマホの背面にマグネットでピタッと貼り付きまして充電することができます。このコロンとした形がめちゃくちゃ可愛いですよね。この本体部分にはこのケーブル部分を巻きつけて収納することもできますし、ちょっと指をはめて持ちやすいですよみたいな画像が公式にありました。これめっちゃいいなと思ったのが、ちょっとスタンドっぽくも使うことができます。こう横にして動画見たり、で本当はライト付きのこのトレイのタイプを買いたかったんですけど、売り切れてて買えませんでした。で私はこちらのコルクのタイプを購入してきました。でこちら3つとも共通して C2 という規格に準拠してまして、最大 15W の出力となっています。なのでこちら使うときは 20W 以上の USB-C アダプターが必要となります。はい、こちらの方に最大 15W というふうに記載があります。こちら製品底面ですけども、ちょっとゴムっぽい素材になってました。滑り止めっぽくなってます。こうマグネットでペタッとくっつくタイプなので、iPhone の8以降もしくは Android の方は磁気ケースが必要になると思います。とても小型なのでデスク脇に置いても収まりがいいです。もちろん枕元にも良さそうですよね。この角度的にもとてもスマホが見やすくなるのもいいなと思います。デザインもコルクということでナチュラルな印象でインテリアに合わせやすいと思いました。こちらも IKEA のトレイになります。もちろんスマホは縦向きでも充電できます。こちらのチャージャーのシリーズをデザインされたルーカスさんのお家訪問をさせていただいたので、めちゃくちゃ素敵なのでちょっと紹介させてください。そのデザイナーさん自身がどのように使われているかってとても興味ありますよね。でかなりミニマルなインテリアで素敵です。こちら先ほどのチャージャーですね。こうキャビネットの上にポツンと置かれてまして、とても素敵です。さらにベッドサイドでも使われていました。めちゃくちゃ素敵ですよね。ベッドのフレームは手作りされたとおっしゃってました。あとこちらのジュートのラグは IKEA のものです。ルーカスさんのご自宅でもこちらのラグは3箇所、寝室2枚にダイニングに1枚とたくさん使われてお気に入りと言っていました。IKEA のラグは素材もいいしコスパいいよねというふうにおっしゃってました。こちらダイニングエリアです。ダイニングテーブルの上には今 IKEA でとっても人気の売り切れ続出のアイテム、アフトンハイシリーズが並んでいます。ほんとおしゃれですよね。私もトレイ買いましたけどアクセサリートレイにぴったりなんですよね。食品も OK です。こちらはルーカスさんのデザインではないんですけども IKEA PS2026 のポータブルライトです。ポータブルなんですよ。でさらにこちらガラスと金属製になってまして、安っぽく見えないのがいいなと思います。リビングルームにはルーカスさんデザインの大きな和紙のシェードがついていました。天井が低い部屋でも使いやすい
大きなシェードが作りたいなと思ってたということでした。こちらも大人気、入手困難となったスタンドライトです。 IKEA PS2026 シリーズです。なんでイエローにしたのか聞いたところ、なんかフレッシュな雰囲気だからと言ってました。90度に設定しないところがね、さすがですよね。こちらは新商品ではありませんが、ルーカスさんデザインのテーブルランプです。かわいいですね。値段がびっくりですよね。こちらは赤色が差し色になったインテリアでして、こちらも人気商品ですよね。こちらの本棚はディスプレイもしやすく、さらに壁付けしなくてもいいということで人気です。右のサイドテーブルもとても人気商品で、ちょっと収納がついています。ブラックも売っています。赤を点在させてリンクさせているのがとても素敵ですよね。こちらキッチンの照明すごく可愛いですよね。こちらなんと IKEA のトロードフリというスマート電球です。今はカイプラッツという商品に変わりましたけども、スマート電球とてもお気に入りで、リモコン操作で全部いっぺんに明るさを変えられたり色も変えられるので気に入っているというふうに説明してくださりました。このおしゃれ電球でスマート電球っていうのはすごくいいですよね。このデザインのものはもうトロードフリシリーズで生産終了になっていると思います。日本のオンラインサイトは一応載ってますけどね。ということで、デザイナーさんのうちのルームツアーでした。 IKEA PS2026 がついに日本でも発売されたんですけども、皆さんどれかゲットされましたでしょうか。こちらは IKEA の撮影するスタジオなんですけども、こちらは IKEA PS2026 シリーズのルームセットになっています。カラフルなアイテムが目が行きますけども、意外と先ほどのランプシェードですとか、このバーチ材のチェアですとか、ナチュラルインテリアにも取り入れやすいアイテムが結構あるなと思います。個人的にはやっぱり照明が気に入っています。あとどっちからも座れるチェアも思った以上に快適で、ちょっとね手すりのついたスツールみたいな感じで使いやすいなと思いました。こちらは後ろにありますオープンシェルフと編み込みが美しいキャビネットをデザインされたフリソさんです。フリソさんのご自宅もどのように使われているのか見学させていただきました。こちらオープンラックパイン材となっていて、明るい色味がとても綺麗です。結構同じ色味のボックスですとか雑貨を置かれていました。こちらはリビングスペースにキャビネットを置かれていました。棚の上もディスプレイを楽しまれていました。さらに寝室にも置かれていました。右に映っているのが同じシリーズのバーチのチェアです。こんなねナチュラルテイストのインテリアにバッチリハマってますよね。とにかく木の素材にこだわっているフリソさんなんですけども、この美しい扉はですね手編みで製造されているということです。店舗に行きまして新商品を紹介していきます。まずは大型家具ですけども、シンプルなデザインのダイニングテーブルとベンチが新しく出ました。もうベンチのデザインめちゃくちゃいいですよね。シンプルで直線的で、こちらツキ板仕様でめちゃくちゃ素材感がいいです。ただ分かっていただけるかと思うんですけども、かなり大きめのサイズ感となっています。キッズコーナーです。こちらバスタオルなんですけども、柄がなんとサッカー場柄です。こちら相当大きいです。バスタオルっていうか、いやもうこんな大きいバスタオルありますかね。夏の肌掛けなんかにも良さそうです。生地はオーガニックコットンとなっています。この今商品ディスプレイのように中央部分にフックにかけるようなループがついています。本当もう大きすぎて、このディスプレイも床引きずってましたからね。さすが IKEA ワイルドですよね。キッズコーナーつながりでこちらの収納を見ていきたいと思います。ラスタレという新シリーズなんですけども、早速イエローが展開されていました。いやもう白でいいともう私は思っちゃうんですけども、やっぱりカラフルにしたいという方はいかがでしょうか。ちゃんとね中も全部黄色でした。すごい徹底ぶりです。ラスタレシリーズはこちらのホワイトが並んでますけども、かなりバリエーションが豊富にありまして、こちらデスクも同じシリーズとなっています。安価なのが特徴となっています。キッチンコーナーです。こ
ちらびっくりしたんですけど、丸型のこのガラスの保存容器が復活してました。結構なくなっちゃってショックっておっしゃってる方多かったんで、復活は嬉しいですよね。ただこちら3個セットになってました。いやちょっと3個もいらんかな1個でよくないですか？多分この後出るんですかね、単品もわからないですが、とりあえず速報として3個セットは復活していました。こちらは蓋も容器も3個ずつのセットとなっています。IKEA365 シリーズのガラス容器、私もすごい愛用してまして、正方形のものと長方形のものと、あと蓋もいろんな種類を選べるので、プラスチックのものとか、あと竹製のものとかシリコンのものなどたくさん選択肢があるので気に入って使っています。電子レンジはもちろん食洗機も OK ですし、オーブンも OK なんですよ。丸型単品売りも復活してほしいですね。ちなみに皆さんは四角派ですか、丸派ですか？私は冷蔵庫への収まりの良さから四角の方が好きですね。続きましてはこちらマルチカバーなんですけども、かなり明るめのピンクが新しく出ました。今まではホワイトとベージュとグリーンかな、深いグリーンがありまして、それに新色として追加された感じです。私もホワイトこの冬めちゃくちゃ愛用しました。ちょっと日本はこれから暑くなるので、ちょっとね微妙かもしれないんですけど、本当毛布代わりに使ってました。いやでも全然ソファーにパサってかけてもすごく可愛いので、カラフルなお部屋にしたい方、ピンクいかがでしょうか？こちらのシリーズはサイズが2種類あるのたんですけども、ピンクは今のところ1種類しかないようでした。ご注意ください。結局洗濯乾燥までガンガン洗濯機でやってましたけど、思ったほどへたらなかったですね。来シーズンも愛用すると思います。続きましてはブランケットコーナーです。こちら限定コレクションなんですけども、とても爽やかなブランケットがありました。またフリンジが可愛いですよね。こちら肌触りがとても良かったですね。綿 50% とリオセル 50% なので、綿の肌触りの良さもありますし、リオセルなので吸湿放湿性があるので機能面でもいいなと思います。洗濯機で丸洗い OK なんですけども、タンブル乾燥は NG というふうに書かれていました。そこだけちょっと注意が必要ですね。もうオールシーズン使いやすそうなのがいいなと思いました。日本の IKEA では結構フェイクグリーン人気だと思います。やっぱりね、日当たりが悪いお部屋ですとか、ペットと暮らされている方などに重宝する商品です。結構当たりが多いのがもう垂れる系の葉っぱでして、で今回久しぶりにゼブリナのフェイクグリーンが出てまして、結構良かったです。こう垂れるポトスみたいに垂れる系なんですよ。でハンギングですごく素敵になりますし、その高い位置に吊るすので間近で見るわけじゃないので、いかにも偽物っていう感じになりにくいです。結構デザインも垂れてまして、お値段もお手頃でいいなと思いました。よくポトスがIKEA のフェイクで人気になるってすぐ売り切れることがよくあったんですけども、それに似たタイプだなと思いました。ルームセットの飾り方なんですけども、ちょっとね入ってる植物は違うんですけども、こんな感じでハンギングプランターと合わせて使うのがいいんじゃないかなと思います。こちらのハンギングプランターめっちゃ私も好きでホワイトを持っています。こちらもほんと信じられないぐらい安いですよね。ちょっと変わった新商品です。こちらかなり大きめのバッグです。こちらポリエステル製なので汚れにくそうでいいなと思ったんですけど、想像してたよりも重たくてびっくりしたんですよ。っていうのもこんな風に何て言うんですか、蓋口を閉めれるようになってまして、その分の布が思ったよりも多いなっていう感じでしたね。しっかり口を閉めたい人にはいい商品だと思います。ちょっとねお値段もしますしね。こちらちょっと変わったコーナーなんですよ。実は IKEA って折りたたみ傘
傘、あとレインコートなんかもあります。私ちょっと今回折りたたみ傘使う機会があったんですけど、別に普通でしたね。そんな酷評されるほど、悪い商品ではないかなとは思いましたけど、めっちゃ軽いとかそういう特徴があるわけではないので、わざわざ IKEA で買わんでもなっていう感じでは正直あります。このブルーとイエローの長い傘は可愛いんでテンション上がるんで好きです。ただね、売ってる国が結構限られてるみたいなんですよ。傘はですね、パキッとした青と黄色ですごいね、雨の日がテンション上がります。でこちらは長い傘、新商品の長い傘なんですけど、なんかね紐がついてるんですよね、傘にオレンジの紐見えます？何ですかこれ、背負うんですかね、傘。どういうことなんでしょう。ちょっとあまり見ないですよね、傘を背負うって。でこちら折りたたみ傘のケースが新しく出てました。中がねこんな風にマイクロファイバーになっています。きっちり畳んでからじゃないと折りたたみ傘をね入れることができないので、ちょっと面倒かなって正直思ってたんですけど、今回 IKEA のイベントに参加した時ちょうど雨だったんですよ。でこのケース使ってる方にどうですかって聞いたら、いいですよっていう風に言ってました。最新のルームセットを一緒に見ていきましょうのコーナーです。結構新商品が目白押しなルームセットでテンション上がったんですが、なんとミラーボールが吊るされていました。まずこちらの、ソファーのとパーソナルチェアですよね。このブークレ素材の生地感がとても可愛いパーソナルチェアになっています。しかもこちら回転します。このシリーズのプーフをずっと個人的には欲しいんですよね。ローテーブルも新商品です。こちらのトップはガラスなんですけども、下側の柄が大理石調となっていますので、ちょっとゴージャスな雰囲気となっています。ソファーのサイドには IKEA の大人気のフロアライト、椅子やクトが置かれていました。このインテリアがクロム調シルバーのものが多いのでとても合っています。こちらのダイニングテーブルチューリップ型なんですけども、意外と安定感あるよと人気のものとなっています。そしてこのキッチンカウンターの上、マグネットがずらっと並んでます。かっこいいですよね。こんだけ並ぶと洗練されてます。布団灰の容器でミントかな育てるのいいですね。やってみたいです。水耕栽培するにしても遮光されてる方がいいですからね。その発想はなかったなって感じです。また新商品が続々入ってくる時期になりましたので、次回も新商品紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。